モンキー D ドラゴンが赤髪の双子を救った。ゴッドバレーの対戦が正式に開幕。皆さんこんにちは、私はシレンナです。長い1週間がようやく終わり、ワンピース第1160話速報が公開されました。タイトルはゴッドバレー事件です。なんということだ、このタイトルはまるで劇場版の名前そのものだ。扉絵連載はヤマトの物語が続き、光月王伝の社を訪れる。この話ではデイビー一族の秘密が明かされ、彼らが実はバッカニア族でもあったことが判明した。しかもバーソロ・ミュークマとマーシャル・ディ・ティーチたちにはそんなつながりがあったとは。マーシャル・ディ・ティーチの母親が正式に登場し、要望はややだらしない印象だった。シャンクスとフィガーランド・シャムロックの母親が子供たちの将来をモンキー D ドラゴンに託すよう頼んだ。天竜人が仮ゲームを開始し、モンキー D ドラゴンはバーソロミュークマを守るために天竜人の一人を撃った。なんという度胸だ。思えばシャボンディ諸島でモンキー D ルフィが一発で天竜人を吹き飛ばしたが、父親は当時さらに激しく重火器を使って手を汚さずに済ませた。あの天竜人が生き延びたかどうかはわからない。モンキー D ドラゴンとバーソロミュークマの運命はこの時点から密接に結びついていたのだ。しかしこうなるとドラゴンは即座に超巨大犯罪者となり、海軍にとどまり続けることはできないだろう。この話は第1096話で描かれたロックス海賊団、ロジャー海賊団、そしてモンキー D ガープがゴッドバレーに到着した場面を再描写している。振り返れば当時の第1096話はバーソロミュークマの回想編の一部だった。各勢力が登場する際にはいずれも非常にかっこいいアップのカットがあり、小田栄一郎先生は単に急行を流用するのではなく、画面のディテールをさらに加えているようだ。今週の漫画が非常に楽しみだ。この話では神の騎士団の全メンバーが紹介され、そのうちの一人は角の生えた雪男のような外見をしている。ちなみに後にドラゴンが神の騎士団に言及するのは、どうやら当時彼が彼らの力を目の当たりにした経験が関係しているようだ。この話の終盤でドラゴンはシャンクスとフィガーランド・シャムロックを救い、運命の歯車が動き始めた。モンキー D ドラゴンはゴッドバレーでの活躍がひときわ目を引き、存在感は満点だった。ルフィの母はアマゾンリリーの先代女帝トリトマなのではないか。近頃その可能性を指して係が増えているように見える。まずロックス時代から現在に至るまでアマゾンリリーは4代の女帝を経ている。現在までにグロリオーサ、芍薬、そして現女帝が恋煩いに陥った理由は明らかになっているが、先代女帝トリトマだけは未だ謎に包まれている。4人の女帝のうち病で亡くなったのは彼女だけである。トリトマは現時点でわずか2コマしか登場していないにもかかわらず、ルフィと微妙に結びつく伏線が5つ確認できる。1つ目はトリトマという名前とその花言葉についてだ。アマゾンリリーの住民はそれぞれ代表する花を持ち、その性格は花言葉と高い一致を見せる。例えばマーガレットはデイジーを代表し、花言葉は天真純潔片思いである。一方トリトマの花言葉は情熱光思いの苦しみだ。さらに興味深いのはトリトマの見た目、上部が赤、下部が黄がちょうどルフィの身につける2色の鮮やかな組み合わせ、つまり麦わら帽子の配色と一致する点である。2つ目は最も直感的な要望だ。ワンピースの女性キャラの多くは大まかにナミ顔かロビン顔に分類される傾向があるが、トリトマは意外にもルフィ顔をしており、その笑顔はルフィに驚くほど似ている。性別を入れ替えたルフィの姿をオダが SBS でネタ絵として描いたものとやや重なる印象がある。成人した姿であってもトリトマの花付き質はどこか特別だ。3つ目はアマゾンリリーの歴代女帝たちの目利きの良さだ。グロリオーサはかつて旧ヘビ海賊団の船長としてロジャーを好み、芍薬は副船長としてレイリーを好んだ。気づくだろうか、船長は船長を、副船長は副船長を好むという対称性が働いている。現女帝がルフィを好んでいることを踏まえると、トリトマが惚れていた相手もまた大物で一国の長であった可能性が高い。4つ目は数の伏線である。オダは数字遊びを好み、番号や誕生日、語呂合わせで伏線を張ることが多い。例えばゾロやサンジの懸賞金額がそれぞれ誕生日を示している例がある。ルフィにしばしば現れる数字56はゴムの語呂合わせだが、トリトマの時価と紙の流れがちょうど56という数字を形成しているという指摘がある。偶然が一つならまだしも、
2つの箇所で同じ数字が正確に現れ、しかもそれがルフィの象徴的な数字と一致するのは興味深い。加えて第1156話の限られた2コマにおいてトリトマの口の形がアルファベットの D に似ているという観察もある。ややこじつけめいているものの、数字による伏線の一致を無視するのは難しい。5つ目は時間軸の整合性である。42年前にグロリオーサの船にいた頃、トリトマはまだ10代前半程度だったと推定されるが、これは現在55歳のモンキー D ドラゴンの年齢とよく一致する。22年前、ドラゴンはベガパンクと面会した際、まだ自ら率いる自由軍の長であり、軍を組織して世界を変えようとしていた。その後、自由軍はやがて現在の革命軍へと発展していった。この時期はトリトマの在位時期、ルフィの出生、そしてハンコックが奴隷として連れ去られた年代と重なっている。したがって時間軸をつなげると物語はこうなる可能性がある。19年前、ドラゴンとトリトマの間にルフィが生まれたが、ドラゴンは革命事業に没頭しており家庭に構う余裕がなかったため、ルフィはガープに預けられた。同じく19年前にハンコックが奴隷として連れ去られ、トリトマはアマゾンリリーの存続と未来を案じて海へ出ることができなかった。その後、2人は離れ離れになり、トリトマは長年にわたり恋煩いに苦しみ、数年前に亡くなった。このようにトリトマに見られる複数の象徴、癒しの笑顔、耳の毛の間に現れる56、D に似た口、トリトマのような赤と木の配色、そして黒い髪など、Yずれもルフィの影を形作っているかのように見える。オダはかつて母親と冒険は反義語だと強調し、ルフィの母親をワンピースの物語に実体として登場させるつもりはないと述べているが、それでももしルフィの母の姿を具体化するとしたら、おそらくトリトマのような姿になるのではないだろうか。ワンピース第1話でシャンクスはルフィを救うために近海の主に左腕を噛み千切りられた。そして連載第1152話において、小田栄一郎は一見何気ない風呂のシーンを通じて非常に明確な暗示を読者に与えた。その千切りられた左腕には実は特殊な印があったということを。この印は以前神の騎士団の腕の衣服に現れた印と類似している。シャンクスが聖地マリージョアに戻った経緯と合わせて、彼の身元に関する最初の鍵となる情報を推測できる。シャンクスの父であるフィガーランド・ガーリング星はゴールディ・ロジャーの海賊団解散後、シャンクスを見つけ出し聖地へ連れ帰った。ガーリング星はシャンクスにアニシャムロックと同じく神の騎士団へ加入させ、フィガーランド家の栄光を継がせようとした。かつて神の谷事件でシャンクスは宝箱に紛れてロジャー一行に連れ去られた。ガーリング星はおそらく早くからシャンクスを取り戻そうとしたが叶わず、彼の運命はこうして変わった。天竜人の中でも傑物ガーリング星の子として、シャンクスは本来輝かしい未来を持っていた兄のように強大な能力を得て神の騎士団に入るはずだった。しかし彼は最終的に自由な海賊として当時最強の海賊団と共に世界を旅し、海賊の敵である海軍と世界政府がどんな組織かを痛感した。想像に難くない海賊シャンクスが聖地へ連れ戻され、自らが最も嫌悪するあの種の人間へ変わるよう強制された時の彼の心中のもどかしさを。シャンクスの聖地滞在経験はおそらくサンジがジェルマ66に戻った状況に似ている。嫌悪する家族とその所業を目の当たりにし、神の騎士団と聖地マリージョアの秘密をそこで知ったのだ。オダはおそらくこのシャンクスの聖地帰還エピソードをハラルドの物語ラインに織り交ぜて描くだろう。二人は聖地で交わりがあったからだ。これは極めて重要な手がかりであり、当時ハラルドが世界政府と深く結びついていたことを示している。時期はおよそロジャー死後からシャンクスが赤髪海賊団を結成する前まで。約2年間、シャンクスは聖地で生活し、一時的に天竜人となり、その際に腕に印を刻まれた。自発的か否かにかかわらず、ガーリング星はシャンクスを神の騎士に育て上げようとした。神の騎士団には厳格な選抜プロセスがあり、訓練期間中の見習い騎士と医務の力を得た正式騎士の区別があると推測される。天竜人が3年ごとに行う人間狩りゲームはおそらく神の騎士団の選抜試験だ。優勝者は強大な悪魔の実を得られるだけでなく、騎士団の幹部へ昇格できる。当時のシャンクスの実力ではおそらく当時のサンジのようにはるかに強力な怪物たちと数多く遭遇しただろう。この仮説が成立するなら、あの印自体に実質的な力はなく、正式騎士にならなければシャンクスは自由のままでいられたことを意味する。
この一連の物語は間もなく回想編で明らかになると信じている。では第1152話のホットトピックに戻ろう。オダはシャンクスの弾丸という伏線を回収したと言えるか。第1152話公開後、シャンクスはイムと神の騎士団の支配から逃れるため意図的に金塊の主に腕を噛み千切りらせたという見解が現れた。この説は一丁魅力的だが完全に論理の破綻をきたしている。考えてみよ。神の騎士が不死身なら体が吹き飛ぼうが重傷を負おうが即座に再生する。腕の印を除去するだけでその能力が破れるなら弱点が明らかすぎる。これはいかがなる攻撃でも死なないという設定そのものと矛盾する。さらに仮に陰の除去で支配から逃れられるとしてもシャンクスがそんな危険な方法を取る必要はない。自ら腕を切り落とす方が金塊の主を利用するより安全だったはずだ。ましてや彼には仲間が大勢いた。改めて言おう。受けた愛に理由などつけるな。当時のシャンクスは心の底から必死にルフィを救おうとしたのだ。そしてこの事故が偶然にも印のある腕を失う結果となり、彼に天竜人の運命との決別を決意させ、6年後にヨンスベロギの頂点に立つ契機となった。シャンクスのこの経験と深く絡み合うのが同様に伝説的な巨人族王不死ハラルドとロキである。ハラルドとその関連事件は巨人族編の中核ストーリーラインであり、時期は14年前に特定される。注目すは赤髪シャンクスがゴムゴムの実を奪い風車村に来たのが12年前だ。では巨人族に伝わる伝説の悪魔の実はゴムゴムの実なのか。タイムライン的には可能性はあるが確たる証拠が不足しているため本校では深入りしない。断言できるのはロキも悪魔の実吉力者だということだ。